これでわかるエドワール・マネ。洗練された都会人、他人に対する気配りにも長けていて人気者だったマネ。当時サロンの審査があまりにも保守的だったため落選する人が続出し、ナポレオン3世が介入し落選展が行われました。マネはそこに出品した草上の昼食で観客から酷評されました。粋なファッションの男性と裸の女性が森でピクニック。この当時、裸体が許されたのは神話の世界か歴史の一場面。この女性の隣には洋服が置かれています。そのことからこの女性が神話の世界ではなく現実の女性であるということがわかります。おそらく高級娼婦。また、その絵の中の2人の視線が鑑賞者の方に向けられているということで、鑑賞者が覗き見をしているような気分にさせられます。そのことでハレンチだ、不道徳だと言われてしまいます。ただ、この作品を見に展覧会に多くの人が訪れたのも確かです。このモデルとなった女性はビクトリーヌ・ムーランといい、フランスで著名なモデルで、トガやロートレックのモデルも務めました。また本人も画家で、マネと同じ展覧会で絵を出品したこともあります。オランピアのモデルもムーランです。壮大のオランピアとは娼婦の源氏名として広く使われる名前でした。さて、そんなマネの生涯を覗いてみましょう。1832年、パリの裕福なブルジョワジーの家庭に生まれる。1841年、コレージュ・ロラン中学校に入学。1848年に父の勧めで海軍兵学校の入学試験を受けるも2回失敗する。父も諦め、芸術家の道を歩むことを許します。1850年からアカデミズムの画家トマ・クチュールの下で絵を学ぶ。1861年のサロンにスペインの歌手と両親を描いたオーギュスト・マネ夫妻の肖像を応募し、いずれも初入選しました。1862年、マネの父親が亡くなると、翌年スザンヌ・リーホフと結婚。リーホフはオランダ生まれで、マネより2歳年上のピアノ教師で、約10年ほど恋愛していたそうです。1852年にリーホフは未婚の状態で息子のレオンを出産しています。剣を持つ少年のモデルはレオンです。また、彼女はマネの父の愛人でもありました。レオンの父親はマネかマネの父親かどちらかわかりませんでした。カフェ・ゲルボアでバティニョール派と交流。印象派の画家たちですね。マネの父は画家になることは認めましたが、その画家というのは名誉あるサロンで認められる画家です。マネもそれを目指していたため、サロンと対抗する印象派展には出品しませんでした。ただ、印象派の画家たちとの密接な関係があり、また経済的にも援助していたり、印象派の一人として語られることが多いです。ちなみに画家が集まるカフェ・ゲルボアはカフェドラ・ヌーベル・アテーヌへと場所を移します。また1868年にマネの絵画のモデルで女流画家のベルト・モリゾと出会います。マネに絵画を学びながら彼のモデルを多く務め、マネと恋愛関係にあったと噂されています。1874年、モリゾはマネの弟ウジェーヌと結婚しました。上流階級の日常を描くことを好んだマネですが、政治的な絵も描いています。皇帝マキシミリアンの処刑。プスブルグ家のマキシミリアンがメキシコ皇帝として赴任したものの、ナポレオン3世の裏切りに遭い処刑された瞬間の絵です。1870年にウフツ戦争が勃発。プロイセン軍がパリに迫ると、マネは国民軍に入隊。ウフツ戦争とパリコミューンの混乱が収束した頃、パリに戻りました。1880年頃から梅毒により左足の壊疽が進みます。1882年、サロンに最後の大傑作、ホリー・ベルジェールのバーを出品。1883年、壊疽のため左足切断。11日後、51歳でこの世を去る。パリのパッシー墓地に埋葬されました。マネの死後1890年にモネの働きによりオランピアが国のリュクサンブール美術館に受け入れられました。最後の大作、ホリー・ベルジェールのバーをご覧ください。ホリー・ベルジェールはパリで大流行したミュージックホール。背景の鏡に映ったシルクハットの男性と話をしているようです。男性に話しかけられているにもかかわらず、女性はどこか急遽で無関心というような表情をしています。バーはいろんな人の社交場であり、そこで働く人は自分を商品にする人もいました。
資本主義経済の発展したパリでのよくある風景だったのかもしれません。ちなみにここに描かれているホールは本物ではありません。マネの友人たちによってアトリエに再現されたものです。なぜなら病気のためにホールまで歩いていくことができなかったためです。完成して1年も経たないうちに亡くなりました。この作品はマネの最後の傑作と言われています。お疲れ様でした。最後にマネの他の作品も見てお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。